しゃがんで伸びて間があって着地すると。あここら辺ですね。消失点。ああ、そうですね。これでは。よろしくお願いします。毎度。走ってますね。はい。この人はどこまでまあ煽りで走るとこんな感じにパースがつきますよというのを書いてみたんですが、これは何点パースって言うんですか？これまあ書いていませんけど、とりあえず煽りなんで消失点が上にもつくんで3点パースになりますから、ね、そうですか。こういう風に動きを確認するときはペラペラペラこんな感じで走って見えれば楽しいなということですね。最初に左足がカメラに近い、そしてさらに近づく。まあ蹴った瞬間ですね。これはここからここまで何を考えながらちゃんとカメラに近づく感じになるんですか？奥行きのパースを考えながら、ここに来るんだらこれぐらいの大きさかなっていうのを、まあ、パースに合わせて逆のを書くんですよ。次に勢いによる走りだから、まあこういう変顔をしてみたんですが、普通の走りの場合はこれですね。基本ポーズ。まあしゃがんで伸びて間があって着地すると。腰とお尻の部分どれくらい動くんですか？基本的な考え方、横から見ると基本の腰があって、フォローをしてる時はちょっと後ろに下がって下に行って蹴った時に、まあ腰の位置はこんな感じで動いてますね。そうですね。基本ポーズだとするとこんな感じでかがんで、ちょっと見にくいと思うけど一生懸命こう蹴って伸びると。なるほど。まあこの繰り返しなんですけどね。そっか。これ地面？いえ、地面は見えないですね。はい。地面があるとすれば、このガイドラインが表すように、ここら辺ですね。消失点。ああ、そうですね。これでは。じゃあ私が理解ができたかどうか。最初はパース決めて一番伸びてるところ、そして1と5、だいたいこのポーズの逆バージョンですね。そうなりますね。そして沈んで伸びてるポーズを3と4。ただの中割りではなく、ここは一番沈むポーズになりますから、腰が一番低くなります。一応書いてみました。その後は同じように着地沈む、この逆バージョンですね。もうこの中割りでいいんですけどね。ああ、そうなんだ。2番で足が一番カメラに近いですね。はい。でも地面にもうついていない。ここはまだギリギリついてます。あ、そうですね。そしてこれは同じ。はい。どうですか？一番伸びてる。そしてちょっと上がるから足が見えるようになるけど、比べると1枚目の方が一番伸びてるんだ。はい。そして3番目は着地です。着地。そして沈んで伸びる。今回右足が一番伸びてるところで、右足が上がって着地。はい。そして同じ。一番気になったところは一番伸びてるのに、2番は足が一番大きく描く。まあ迫力のある動きを出そうと思ったらこれぐらいパースつけないと。そうですか。パースに乗ってるコツっていうのはそうだな、嘘と真実が混ざり合ってます。パースにただ乗っけただけだと面白くないんで、いじっちゃってこうした方がかっこいいよっていうところもあるし、アイレベルは同じ平行に集まるからですよね。はい。それを意識して弾くように意識して書いていくと、まあこれぐらい大小の差ついていいんじゃないのかなっていうことで、こういう書き方もあるんで、靴一つ取ってもいろいろあるでしょ。そうですね。ヒールで走るのも
結構うんチャレンジ。痛そうだ書き出したら再現がないんでこんなとこです。わかりました。はいではありがとうございます。はい、どういたまして。一旦沈んで伸びてまた着地、こういう風な意識して書いておくと走ってるように見えるんですよ。